パイロットを奮い立たせる存在。知る人ぞ知る女性オペレーターたち8選。ガンダム界ではパイロットが様々なモビルスーツに登場して戦場へと赴きます。そんなパイロットは一人の人間。時には出撃を拒みたくなる時もあれば、時には親父以外にぶたれることもあります。そして死と隣り合わせの恐怖にさらされても戦場へ向かわなければならないパイロットには、時に激励を送ってくれるオペレーターたちがいます。そんなオペレーターたちの中には、アニメではなくゲームで登場したキャラもいれば、アニメで一瞬だけしか出ていないのに妙に存在感を放つキャラなども存在します。ということで今回はオペレーターの中でも知る人ぞ知る女性キャラ8選をご紹介させていただきます。1、モーリン北村。モーリン北村はセガサターン用ゲーム機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーデスティニーで登場したキャラクターで、ブルーディスティニーなどに登場するユウカジマなどが所属するモルモット隊の戦闘オペレーターを務める地球連邦軍の女性兵士です。モルモット隊の高一点の存在であり、隊員からはアイドル的な扱いを受けていました。機動戦士ガンダムガイデンザ・ブルーデスティニーの作中では、ストーリーであるエグザムをめぐる戦いの中で戦況に対して様々なサポートをしてくれる人物です。最終的には主人公のユウカジマに思いを寄せましたが、それはエースパイロットとしてのユウに憧れたものだったため、一時的には交際したものの、戦後結局は親の決めた婚約者と結婚しました。ちなみにユウは別名青い稲妻と呼ばれていますが、これはモーリンが考案した名前だったりします。2、ノエル・アンダーソン。ノエル・アンダーソンはプレイステーション2用ゲームガンダム戦記ロスト・ウォー・クロニクルズで登場した女性キャラクターで、17歳にして地球連邦軍モビルスーツ特殊部隊第3小隊のオペレーターです。もともとは士官候補生でしたが、士官学校卒業時に提出したモビルスーツ戦術論がジョン・コーベン准将の目に留まり、第3小隊に配属されます。父親のアンダーソン司令はルーム戦役時サラミス級巡洋艦の艦長を務めていましたが、赤い彗星ことシャアーズナブルに艦を撃沈され戦死しています。ゲームでは彼女の好感度を上げていくと、広角レーダー表示、敵機の HP 表示などのシステムが解禁されていきます。一定の好感度を得ると専用のデートムービーが解禁。その後は出撃時の口調が親密なものとなります。また一年戦争後は少尉に昇進し、モビルスーツ部隊の教官となっています。漫画版ではメインヒロイン的な扱いであり、上官と共に各地を転戦する様子が描かれます。普段はオペレーターを務めていますが、オデッサ作戦ではビッグトレイを操ってドムを大破させています。またガンダム戦記の主人公マット・ヒーリーに恋愛感情を抱いているので、焼き餅を焼いたりシャワー中を見られるなどのお約束的なハプニングシーンも描かれています。ただ一年戦争後はマットが地球連邦軍を退役したため、マットと結ばれることはありませんでした。また漫画ガンダムレガシーではサラブレッド隊のオペレーターミユ滝沢とモビルスーツ戦術を駆使する模擬戦を行って勝利しています。ちなみにノエルは非常に人気が高いことから G ジェネレーションシリーズやトイ戦士などの多くの作品でも登場しており、さらに G ジェネレーションスピリッツなどではモビルスーツに登場させることも可能となっています。3、結城中里。結城中里はノエルと同じくゲームガンダム戦記ロスト・ウォー・クロニクルズに登場する女性キャラクターで、ジオン軍外人部隊レッドチーム所属のオペレーターを務める20歳の人物です。ジオン側のストーリーのメインヒロインとなるキャラクターですが、その出身は悲劇的なものとなっており、サイド3への旅行中に一年戦争が開戦したため、突然故郷であるサイド2が壊滅し、行き場をなくしたことで生きるため仕方なく自分の故郷を破壊したジオン軍に入隊し、後にレッドチームに配属されるというバックストーリーを持ちます。ノエル・アンダーソン同様に優れた戦果を上げると好感度が上昇し、戦闘に役立つ機能が解禁されていくという形になっています。機動戦士ガンダム戦記では連邦ジオンともに3人ずつの女性が登場し、好感度を上げると親密になれるようになっているのですが、漫画版の作中ではジオン側の3人のうちの1人メイカーウィンが物語中盤に敵の砲撃から撃たれるところをかばって戦死してしまうという悲劇に見舞われます。このような流れになっているからか、
ノエル同様数多くのガンダム関連ゲームに登場するものの、人気はノエルの方が高いようです。4. ミユ滝沢。ミユ滝沢はプレイステーション2用ゲーム「機動戦士ガンダム巡り合い空」に登場した人物で20歳です。ガンダム4号機と5号機開発スタッフの一人でありながら、ペガサス級強襲揚陸艦サラブレッドのオペレーターを務めています。真面目で一途な反面、融通が利かない面を持つキャラクターで、ガンダム5号機のパイロットフォルドロム・フェローや4号機のパイロットルース・カッセルとはオーナスタ基地での勤務時代からの付き合いとされています。巡り合い空では釈由美子氏が CM に起用されているほか、釈由美子専用ザクが登場しているのですが、このミユ滝沢の声優もご本人が担当されており、容姿もどことなくご本人を思わせるものになっています。漫画「機動戦士ガンダムレガシー」ではノエルと共に活躍する姿が描かれています。5. マオリャン。マオリャンは PS3 版「機動戦士ガンダム戦記」に登場するキャラクターで、ジオン軍の残党狩りを任務とする連邦の遊撃特務部隊ファントムスイープ隊に所属します。27歳の人物で主人公の上官にあたり、隊の現場での責任者です。戦闘では指揮官兼オペレーターとして情報収集や戦闘指示や作戦立案を行います。漫画版では主人公のユーヌクーロと恋人同士だったものの別れているようです。しかし彼女の思いは健在で、軌道補正プログラムを封印されたガンダム7号機で苦戦を強いられるユームの身を案じるあがり、サラブレッドの艦長であるスチュアートと一触即発の状態に陥ったこともあります。最終的にユームが何とか帰還した際には素直に安堵の表情を浮かべ、戦いを通じて過去を乗り越えたユームとよりを戻したような素振りを見せていました。基本的には生真面目な軍人ですが、年頃の女性らしさも見せるようになっています。6. ジャクリーヌ・シモン。ジャクリーヌ・シモンは機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーに登場する女性キャラクターで、アルビオンのオペレーターを務めました。任務中は一貫して冷静沈着で、職務には非常に忠実な連邦士官なのですが、プライベートではバーに酒を飲みに行くこともあるなど余暇を楽しんでおり、アルコールが入ると底抜けに陽気になり、同僚のピーター・スコットをからかうというギャップが大きい人物です。0083の作中ではアルビオンと共に最後まで生き残り、ベラーズ紛争終結後はティファーンズに配属される姿がラストシーンで描かれています。7. バルジの名もなきオペレーター。バルジのオペレーターは新機動戦機ガンダムウィングに登場した名もなきモブキャラクターです。一見セイラさんに似ているようにも見える金髪ショートカットの女性で、名前もなくセリフの戦況報告だけしかないので本人の人となりは分かりようもないですが、バルジのオペレーターとしての姿が見られます。宇宙要塞バルジは艦隊やコロニーをもまとめて消滅させるほど強力な手法を備えたオズの要塞ですが、ゼクスのガンダムレピオンによって一刀両断にされてしまい、バルジの巨体はやすやすと切り裂かれたので、最前列に座っていたバルジのオペレーターは逃げられるわけもなく戦死してしまいました。ほんの一瞬しか登場していないにもかかわらず印象に残るキャラだったからか、バルジのオペレーターとしてその名を残しています。8. アビー・ウィンザー。アビー・ウィンザーは機動戦士ガンダムシードデスティニーに登場する女性キャラクターです。ザフトの心臓戦艦ミネルヴァに配属された補充兵で、メイリン・ホークがアスランザラと共に脱走したため2代目オペレーターを務めました。業務はメイリンと同じ通信とモビルスーツ管制ですが、メイリンの脱走に伴い急遽補充されたのか実戦慣れしておらず、メイリンに比べるとクルーの要求に応えきれない部分が見受けられます。副長のアーサーがアビーのそばにいるシーンを見ると、艦長であるタリアの厳しい指示を受けるアビーをフォローしているようにも見えますが、果たしてその真意やいかに。ということで以上、知る人ぞ知るオペレーター8選をご紹介させていただきました。ゲームで登場した人気オペレーターはそのまま漫画に登場したり別の作品にも出るようになったりしているイメージがあります。あなたの好きなオペレーター、ぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。